レンです。いや、最近だいぶ暖かくなってきましたね。むしろ若干暑いぐらいありますよね。ただそのおかげでだんだんとね、夏美味しくなってくる魚というか魚介がね、出回ってきたかなっていう感じがするんですけど、今回のこの動画からちょっと魚介をね、多めに取り扱おうかなと思ってまして、で、その一発目どうしようかなと思ったんですけど、この時期と言ったらやっぱりサザエかなと思うんですよね。で、ちょこちょこコメント欄とかね、ツイッターとかで、そろそろ魚さばく動画をっていったコメントもね、もらってたんで、今回の動画からね、具介が続きますんで、どうぞお楽しみに、ということで、それでは早速、本日も作っていきましょう。じゃあ、では作っていきましょうか。では早速ではございますが、今回のメイン食材の登場です。特大のサザエですね。ちょっとこれボールがでかいんでちょっとなかなかね大きさが伝わりにくいんですけど、僕の握り拳と同じぐらいの大きさ。一応僕身長76センチあるんで、なんとなく察してもらえたら。ちなみにこちらがよくスーパーに売ってあるサイズのサザエなんですけど、てか今近所のスーパーから買ってきたんですけど、こんだけ違いますもんね。別にこれ遠近法ってわけじゃないですからね。で、今こちら2つ合わせて今これ9キロあるんですけど、こんだけのサザエを使って何を作ろうかなと考えた結果、まず1品サザエのお刺身、続いてサザエのつぼ焼き、そしてサザエの炊き込みご飯。以上この3つを作っていこうと思います。ではつぼ焼き用のやつは何個かのけといて、まずはこれらを全部剥いていきます。では早速さばいていくんですけど、もしできればこういった手袋とかされてくださいね。サザエのこういった突起で余裕で手切れますんでね。で、サザエをさばくときは、こういったオイスターナイフみたいな貝を開くためのナイフが一番いいんですけど、もしなければステーキナイフとかフォークの柄のところとか、あとバターナイフとか、そういったもので代用してもらえれば。で、今回すごく簡単な開け方でいきます。サザエをこう持った時の、この縁に合わせて、一気にナイフを入れてズバッと取る感じ。これで頭ゲット。そしたら次、ここで繋がってる貝柱を指で剥がすんですけど、この時にここで指切らんごと注意されてくださいね。ここなかなかエイルなので。はい、せーの、ドゥルン。やばい、着物サイズが半端じゃない。やっぱ時期がいいけん、もう身がパンパンやね。で、こちらの頭の方は、まず蓋を外しまして、そしたらこっちの裏面からここの口を外してもらって、で意外とこれ内側にもこれ紛れ込んでるのでちょっと開くと取りやすい。とりあえずここまでで一旦終了で、こっちの肝の方なんですけど、ここのぐるぐるっとした模様があるので、ここを境目で切ってあげて、ここは美味しいところで、こっち砂が噛んでるんで、もう指で簡単に剥がれますんで。そしたらこの後ビラビラしてる袴を取って、ここが苦いんでね、これにて肝の処理終了。で、やっぱここまで大きくなるとやっぱさばきにくいね。頭を取るときもすっごい硬いし、んで、ここの貝柱もめちゃくちゃ奥にあるんですよね。めっちゃ指入れないかん。折れちった。と言いますことで、ひたすらこの作業を繰り返していきますんで、また数秒後にお会いしましょう。ちょっとね、なんかね、すごいのがいましたよ。今この頭を取ったとこなんですけど、貝柱外そうと思って今指突っ込んだら、なんかね、赤いの。なんかピンクっぽい汁というか。何これ？決して指を切ってるわけじゃないんですけど、なんか赤い汁が出てきた。なんかね、これね、サザエが食べてる海藻の種類によってこういうなんか赤い汁が出ることがあるんですって。初めて見た。これなんかすごくない？一応なんか食べても大丈夫らしいですね、これ。いや、それにしても気持ち悪い。結局この赤い液体を出すサザエあと2匹いましたね。で、液体が出てくるのこの肝の先のここなんですよね。ここからギュッと出てくるので、やっぱ消化された海藻なんでしょうね、これね。で、特に変な匂いもしないんで多分大丈夫でしょう。
さすがに疲れるね。だいたい2時間半ぐらいかかりましたね。で、せっかくつぼ焼き用に避けてたのに、うっかり全部さばいてしまいまして、ちょっとこことここで分けます。こっちが刺身とつぼ焼き用。で、こっちが炊き込みご飯用。で、つぼ焼きはこれをちょっと細かく切って、この中に入れて焼く感じにしようかなと思います。なんていうか、結果的に丁寧バージョンのつぼ焼きになりましたね。結果オーライってことで。で、この肝たちは特に大丈夫なんですけど、こちらの頭と貝柱を一度塩でぬめりを取っていきます。あとはさっと塩を洗い流して、で、この塩もみすればするほど磯の香りとかを抜けてぬめりとかも取れていくんですけど、それと同時にサザエの風味も一緒にね、流れていっちゃうので、個人的には1回もしくは2回でいいのかなと思ってます。僕は基本1回しかしないんですね、最近は。で、こっちの刺身用とつぼ焼き用はあと切って盛り付けるだけなので、こちらはまた後ほど登場するとして、まずは炊き込みご飯の方から仕上げていこうと思います。では今回こちらと一緒に炊き込んでいく野菜たちが、ごぼうと人参。ではこちらのカットに参ります。よし。いや、分かってるんですよ。ごぼうを水にさらすと栄養が流れ出ちゃうっていうのはね。でも僕は水にさらしたごぼうの方が好きなんですよね。どうか見逃してください。で、先ほどの具材紹介でこれ忘れてました。生姜ですね。で、こちらの具材のサザエもこのままだとちょっと大きすぎるので、食べやすいサイズにカットして、では具材の準備が整いましたので、今回の炊き込みご飯の調味料のご紹介です。よし、せーの。こちらから酒、醤油、みりん、砂糖ですね。で、醤油は濃い口醤油。で、お砂糖は今回ザラメを使ってます。そしたら調味料を一度全部フライパンに加えて、一度これを火にかけまして、また比率をお伝え忘れました。今回の酒、醤油、みりん、砂糖が5対3対1対1ですね。で、沸いてきましたら、ここにサザエだけを加えまして、再沸騰してきたらアクを取りながらこのまんま 4,5 分ぐらい煮込んでいきます。今これサザエに火を通すのと、ここの調味液の中にサザエの香りを移すためにこれやってます。そしたらこの段階でしっかりと味見をして、何を見てるかというと、これ塩分量ですね。何気に今回一番大事なのはこの作業かもしれないです。そしたら千枚済みのお米を用意してもらって、このご飯が炊き上がった時の量を想像してください。で、大体このぐらいやろうなっていうのを想像して、今味見したこの煮汁どのぐらいかけたら美味しいかなっていうのをイメージしてください。今回だったら2杯半ぐらいかな。そしたらあとはお出汁を規定の分量まで。ちなみに今回のがかつおだしですね。で、おそらくごぼうとかからも少し水分は出ると思うんで、ちょっと少なめにしときます。そしたらここに人参とごぼうと生姜を加えまして、あとはこれを炊飯器へゴー。で、こちらのサザエの身って火を通しすぎると硬くなっちゃうんで、もう今回これは一緒に炊き込むというわけではなくて、もう火も入って味も入ってるんで、最後にこれを混ぜ込むって形にしようと思います。
ではご飯が炊けるのを待っている間に、今回のこちらのサザエの殻を盛り付けに使いたいんですけど、ちょっと衛生的に怖いので、ちょっとこちら一度煮沸殺菌していきます。さすがにこんだけでかいと普通のフライパンやとちょっとやりづらいので、こういう時に使えるのが一家に一台沸騰したお湯にこの殻入れまして、とりあえず10分ぐらいもしっかりと沸騰させていきます。そしたらこの間にですね、こっちのつぼ焼き用とお刺身用のうち、先につぼ焼きのやつを切っときましょうか。じゃあこっちの煮沸殺菌も終わったので、この中に盛り付けて、半分はオーソドックスにお醤油で、こっちも結構ベタですけど、まずオリーブオイルと、ここにお塩とホワイトペッパーとニンニクを入れてアヒージョ風にしていくんですけど、幸い我が家にはこちらがあるので、自家製のハーブソルト、塩、パセリ、セロリ、ニンニク、バジルとかそういったものが入ってます。こちらを結構多めに入れまして、つぼ焼き盛り合わせ完成。で、こちらのサザエ、生だとかなり歯ごたえが強いので、できるだけ薄く削いでいきましょうか。で、逆にこっちの貝柱はちょっとプリプリと柔らかいので、これ半分に開くような感じでちょっと大ぶりに切りつけましょうか。そしたらここに先ほどのサザエの身を加えて、でこのままちょっと5分ほど蒸らします。では無事蒸らしも終わりましたんで、サザエご飯の仕上げに参ります。でまたちょっと具材にばらつきがあるので、さっくり混ぜ合わせてこう均等にして、茶碗に盛り付けて、ここにごま、そして海苔を散らせば、はい、これでサザエご飯定食の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。サザエ、ちょっとこんな格好でごめんなさいね。服洗うだけ洗って乾燥機をかけ忘れました。で今回ちょっと少なめに見えると思うんですよ。いつもと比べたらね。っていうのが乗らないんですよ。なので今日はプチ大食いぐらいでお届けしようかなと思います。てなわけでして、いただきます。あーうめ。ではまず先にこのつぼ焼きをもう焼いていきましょうか。ちょっと時間かかりそうですね。ではまず普通のお醤油から、見えねえ、こう持ってきましょうか。ではまずお刺身から参りましょうか。やっぱ最高にうまい。やっぱサザエは味を楽しむというか、この食感と風味をね。で今回のサザエ、身の締まりがすっごいいい。おそらくこれを5匹分ぐらい食べると僕の歯と顎はバグりますね。では続いて貝柱、こちらも同じくちょっとお醤油つけて、言わずもがなでうまい。プリッとサクの間って感じだね。なんかもうこんだけ大きくなるとなんかね、平木っていうか平貝、あれを食べてるみたい。それではこれいきましょうか。一番楽しみなやつ、この肝。
これまで食べたサザエの肝の中で一番うまい。いや、肝自体がめちゃくちゃでかいでしょ。もう噛んだ瞬間にミルキーな甘いエキスがパーンって広がるんですよ。で、口の中の粘膜全体をこう覆うような感じ。で、サザエの磯の香りと、なんかフグの白子とかタラの白子みたいな、ああいった香りが一緒にスンと抜けていく。美味しくないわけなかろうで、控えめに言って最高。ちょっと抵抗がある部分ですけど、白子がお好きな方は多分絶対好きだと思います、これ。ちなみにこの白いのがオス。で、黒いのがメスなんですけど、刺身で食べるなら僕オスの方がおすすめかな。オスの方がね、ミルキーで甘いんで。じゃあちょっと僕は刺身に熱中します。というところでだいぶもうつぼ焼きもいい感じですね。見たらわかるうまいやつやん、これ。うわ、これやばいやつ。これはうまいわ。今回本当は、このでっかい身をこう、ブリンと出したかったんですよ。で、豪快にかぶりつくみたいな。だから、しくったなぁと思っとったんですけど、そもそもの身がでかいけ、下手したら普通サイズのサザエの頭をね、丸ごとかじったぐらいの迫力ですよ、口の中。これ食べ応えすごいな。できましたよ、このでかい肝が。食べんでもわかる、これうまいわ。さっき刺身で食べた肝の25倍風味増し。なんなら今鼻から抜けるこの香りで部屋中がサザエの香りになりそうな感じ。やっぱサザエのつぼ焼きはやっぱこの肝のこの香りがあれよね、命よね。ああ、うまっ。それこの食べ終わった後のこの中の醤油をやっぱこれしちゃうよね。そしたら次ご飯行きましょうか。てかこれも間違いなく美味しいのはもう僕も分かってるんですよね。いつもこの時期作るんで。本日も異常なし。いやーうまいね。もう塩分的にもちょうどいい。で、サザエの風味もさることながらごぼうの風味がめっちゃいい。で、今回一緒に炊き込んでないので、サザエをね、焦げのでかい塊を一気に口に含んでも、全然大丈夫。柔らかい。まあ柔らかいとは言っても元々がサザエなんで、そこそこね、歯応えはありますんで、ちゃんとね、歯応えというか弾力はありますけど、火を通しすぎたサザエのパサパサカチカチ感、あれは全くって感じですね。で、特にご紹介してなかったんですけど、っていうかご飯と味噌汁のね、位置が逆だからちょっと申し訳ないんですけど、冷蔵庫整理をと思って、今回余ったお出汁とごぼうと人参と、あと前回の牛タン動画で余った大和芋とネギ。そこら辺で作った味噌汁なんですけど、味噌汁にとろろってのも結構ありなもんですね。普通に美味しいわ。では続いてつぼ焼き第2陣ですね。ではこのサザエのつぼ焼きをおかずに、サザエの炊き込みご飯。ああ、最高。もう口の中サザエパラダイス。と言いますことで、こちらのアヒージョバージョンもかなりいい感じですね。ああ、めっちゃいい香りする。ああ、うまいな。食感的には砂肝のアヒージョって感じよね。もうここのオイルバゲットつけたら絶対うまいでしょうね、これね。で、ビールとの相性はもちろん、おしどり夫婦。で、もちろんやっぱこっちも美味しいんですけど、やっぱ僕、つぼ焼きは醤油の方がやっぱあれですね、慣れてますね、口がね。普通の醤油2個食べて、アヒージョ1個食べて、またつぼ焼きの醤油2個食べて、1個食べてっていうのが多分僕の中で一番いい流れ。では、このあたりでちょっと僕、食没に入ります。と
と言いますことで、もうつぶやきもこちらで最後になりまして、もうご飯も残り3分の1ぐらいになってきましたね。なので、この辺でラストスパートと参りましょうか。さあ、ラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、わかったね。なんていうかね、ここまで大きいと、もちろん身もね、すごい大きいし、食べ応えもあるし、すごい美味しかったんですけど、それ以上に肝の美味しさがもうね、ボーンと抜けてましたね。で、サザエ自体もこのね、暖かくなってくる時期にも旬を迎えるので、よくスーパーとかでもこの時期ってサザエ並ぶと思うんですけど、海洋のナイフも100均とかでも売ってあるし、さばき方もすごい簡単だし、で、サザエ自体もそこまで高いわけでもないので、まあ意外と食べるとこは少ないけどね。刺身はちょっと手間かかりますけど、つぼ焼きはすぐできますんでね。もしご機会ありましたらぜひ。っていうところかな。では今回はこの辺の動画かなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。